ねねちゃんようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回は飲みたい産地を見つけようということで、日本で手に入りやすい主要産地の紅茶についてざっくり見ていきたいと思います。紅茶を購入するとき、あなたはいつもどのように選んでいますか？有名なメーカーやブランド物をいろいろ試してみたり、ミルクティーに合う茶葉というように用途で選んだり、缶などのパッケージが素敵と良き包装の見た目で選ぶこともあるかもしれませんね。他にもその時々での選び方があると思いますが、紅茶を生産地で選んで購入されたことはあるでしょうか？日本茶でいうと静岡茶、鹿児島茶、狭山茶など有名な産地をご存知の方も多いかと思いますが、紅茶にも有名どころが多数存在しています。日本でも有名な生産国といえばインドとスリランカあたりかなと思いますが、実は世界ではもっとたくさんの国で紅茶作りをしているんですね。お茶の木は中国が原産の椿科の常緑樹で、熱帯や亜熱帯を含め温暖な気候を好む植物です。主に赤道を中心とした北緯45度から南緯35度のティーベルトと呼ばれる地域で生産されていて、生産国は日本も含めて世界約30カ国とも言われています。そんなたくさんの国や地域で生産されている紅茶ですが、どこのものでも同じ味わいになるかというと全くそんなことはなくて、もっと言ってしまうとお茶を作る茶園ごと、むしろ茶の木一本一本ごと、収穫日ごとでも違う風味のお茶が出来上がるそうです。お茶も農産物の一つなので考えてみれば当たり前のことなんですが、いつもの紅茶はいつも同じ味だけどなと思われる方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、大手メーカーのブランド品として販売されている紅茶はブレンドティーといって、いつでも安定した味わいのお茶を提供できるようにいくつかの茶葉をブレンドして作られているからなんです。そしてブレンドティーの中でも複数産地の茶葉を混ぜたものと単一産地内でブレンドされたものがあるんですが、今回はその単一産地の茶葉だけで作られた紅茶を産地別紅茶としてご紹介していきたいと思います。それぞれ産地の紹介をしていく前に、産地別紅茶のどんなところが面白いのか、ねね茶のおすすめポイントをお伝えさせてください。一つ目は旬を味わうという楽しみ方ができるところです。日本ではお茶に限らず初物を楽しむ文化がありますので、今年の新茶というキーワードに心躍る方も多いのではないでしょうか。紅茶の旬は新茶以外にもクオリティシーズンという高品質な茶葉が作られる時期があります。クオリティシーズンだけに発現する香りや味わいの特徴もあったりするので、ますます茶葉選びの選択肢が広がって沼にはまりますが、とっても楽しいですよ。2つ目は先ほど少しご説明した産地ごとに味わいが異なることなんですが、これは産地ごとに飲み比べていくことで自分の好みの指標ができる、各産地の味わいの特徴を知ることでさらに紅茶を楽しんでいく下地ができるということにつながっていきます。好みの紅茶を選ぶためには、自分がどんな味わいを紅茶に求めているのか明確にする必要がありますが、テイスティングで使われる用語がわからないうちはボキャブラリーも少なかったりして表現するのが難しくないですか？その点、産地ごとの特徴は書籍などにもまとめられているので、テイスティング用語と自分の好みのすり合わせがしやすいように思います。ハーブやスパイスをセルフブレンドしたセンテッドティーを作ったり、
食べ物とのペアリングを考える時にも役立つので、さらに紅茶を深掘りしていきたい方は産地別紅茶は要チェックだと思います。ではここからは主要産地の紹介とそれぞれの産地の特徴をねね茶の独断でざっくり簡潔にお伝えしていきます。ぜひ飲んでみたい産地を見つけてみてくださいね。こちらが紅茶関連の書籍などでもよく紹介されている日本の紅茶好きさんおなじみの産地一覧です。今回は和紅茶は割愛させていただいて、また別の動画にできたらなと思っています。ダージリンやアッサムは紅茶に詳しくない方でも聞いたことがあるかと思いますが、スリランカは知らないなと思われたら、セイロンティーだといかがですか？日本人がイメージする紅茶の味というと、セイロンティーかダージリンと言われるほどスリランカのお茶には馴染み深いはずなんですが、国の名前がセイロンからスリランカに変わったものの、紅茶の名前はセイロンが主流なので、ちょっと分かりづらくなっていますね。セイロンティー、スリランカのお茶は、産地の標高によって味わいに違いがあるとされています。ハイグローンと呼ばれる標高が高い地域からご紹介していきます。ヌワラエリアはお花やフルーツ、または青葉のような香りと、緑茶に似た渋みと旨みが特徴で、初めての方はあまり紅茶らしくないなと感じられるかもしれません。セイロンティーのシャンパンと言われていて、インドのダージリンに似た特徴を持っています。ウバは世界三大紅茶の一つで、メントールのような清涼感のある香りと、口の中がキュッとする強い渋みが特徴です。湿布薬のようなメントールの香りはウバフレーバーと呼ばれ、クオリティシーズンでも特別な気象条件が揃った時に発現する特有の香りとされています。ディンブラはバラのような香りと適度な渋み、日本人がこれぞ紅茶と思う味わいで、紅茶の優等生と言われています。食べ物との相性の幅が広いので、紅茶教室でも迷ったらディンブラを選ぶと教わりました。続いてはミディアムグローンと呼ばれる少し標高の下がった地域です。キャンディーの紅茶は意味は違いますが、キャンディー、べっこう飴のような甘い香りと喉越しの良さが特徴です。キリン午後の紅茶のミルクティーに使用されているというと分かりやすいでしょうか。最後のローグロウン、標高の低い産地のルフナは黒糖のような香りと甘みのある味が特徴です。ミルクティー向きの茶葉と言われていて、スイーツとの相性もいいので、近年徐々に人気が出てきているそうです。続いてインドのダージリンは日本人が大好きな紅茶の産地ですね。こちらも世界三大紅茶の一つです。収穫時期によって味わいが変わるのも大きな特徴で、ファーストフラッシュと呼ばれる春摘みはお花やフルーツ、または青葉のような香りと緑茶のような渋み、旨みが特徴です。セカンドフラッシュと呼ばれる夏摘みはマスカットのようなフルーティーな香りと香ばしさ、コクのある味わいで、アイスティーにしても香りがよくキリッとした味わいで美味しいと思います。アッサムはほっこり系の香りとコクが特徴で、ミルクティー向きの茶葉と言われています。ほっこりスイートポテト系とビターチョコと表現されるどっしりボディ感のあるタイプと2系統あるのかなという印象です。ニルギリは爽やか系の香りと喉越しの良さが特徴です。あまり知名度は高くないようですが、和食にも合うので普段飲みしやすい紅茶かなと思います。世界三大紅茶の3つ目、
中国のキームンは等級によって味わいが変わるようですが、日本で手に入りやすいものはスモーキーな香りとコクと旨味があり、渋みが少ないことが特徴です。肉料理や醤油味にも合うので、食事に合わせやすい印象があります。最後のアフリカケニアの紅茶は穏やかな甘い香りとコク、ミルクティーにぴったりの強い水色が特徴となっています。主にティーバッグ用として複数産地のブレンドティーに使われることが多いようです。大まかな特徴をお伝えしてきましたが、嗜好やシーン別におすすめの紅茶をまとめてみましたので、こちらも参考にしていただけると飲みたい産地がさらに見つけやすくなるかなと思います。緑茶や中国茶が好きな方にはダージリン、ヌワラエリア、キームンがおすすめです。香りが良く旨味がある紅茶を選んでみました。ミルクティーが飲みたい時には甘い香りや濃厚なコクが特徴のアッサム、ルフナ、ケニアがおすすめです。アイスティーが飲みたい時にはクリームダウンが起こりにくい茶葉でキャンディー、ニルギリ、キリッとした香味のディンブラもおすすめ。クリームダウンって何だろうと思われた方は別のアイスティーの動画で解説していますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。個性的な香りを楽しみたいという方にはダージリン、ウバのクオリティシーズン、キームンがおすすめかなと思います。今回は飲みたい産地を見つけようをテーマに産地別講座についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。気になる産地は見つかりましたか？少しでもあなたの講座選びの参考になると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て一緒に紅茶沼にはまりたいと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画で楽しいティータイムをお過ごしください。